皆さんこんにちは。今私は駅に向かっています。これから電車で息子の高校に行きます。目の前の建物の上の方に鐘があります。今、鐘が鳴りましたね。この日はとても暑かったです。というか、最近毎日とても暑いです。最高気温が36度とか37度とかあります。日傘をさしている人が多いです。エスカレーターで上がります。改札が見えてきました。ここが改札です。スマホをタッチして改札を通ります。ホームに結構人がいますね。みんな電車を待っています。電車が来ました。こっちから乗ります。電車は混んでいませんでした。ここに座りました。息子の高校までは一駅です。すぐに着きました。息子の高校に行くときは、私はいつも車です。なので、この駅で降りるのは初めてでした。みんなについて階段を降ります。この先が出口みたいです。この駅の改札の機械は入ってきた時と違いました。駅から高校まで歩いて9分と Google マップに書いてありました。とっても暑くてタクシーに乗りたかったんですが我慢しました。日傘をさして歩きました。多分この前の2人も同じ高校に行くんじゃないかと思いました。この日は高校の文化祭でした。文化祭というのは学校のお祭りのことです。高校の文化祭では3年生は食べ物屋さんなどの
お店を出すことが多いです。息子のクラスはクレープ屋さんをやるというので行ってみることにしました。娘が高校生の時はコロナで文化祭がありませんでした。なので私にとってこの日は初めての子供の高校の文化祭でした。この横断歩道で道を渡ります。暑かったので9分が長かったです。このお店は人気がありそうです。学校が見えてきました。これは門の写真です。総龍祭と書いてあります。だいたいどの学校も文化祭にこういう何々祭という名前をつけます。ハムとチーズのクレープを食べました。みんな楽しそうでした。帰りは違う道を通ってみました。この辺は大学の近くなのでアパートが多いです。この辺は多分学生さん用のアパートだと思います。洗濯が干してあります。日本では洗濯は外に干すことが多いです。駅の近くに戻ってきました。向こうに山が見えます。ここは山が近くてとてもいいです。電車を待っている間、待合室にいました。エアコンがついていたからです。待合室というのは何かを待つための場所です。線に普通甲府行きが参ります。普通甲府行きが参りますと言いました。普通というのは普通電車のことです。特急などの速い電車ではないという意味です。参りますは来ますの丁寧な言い方です。電車が来ました。この電車のドアは自分で開けます。これがボタンです。降りるときも自分で開けます。
では、改札を出ます。このミスト、ありがたかったです。車を止めた駐車場に来ました。駐車場のお金を払います。止めている場所の番号を押して確認をします。そしてお金を入れます。お釣りを取ります。300円でした。では帰ります。でもその前にガソリンスタンドに行きます。こんにちは。レギュラー満タンでお願いします。はい、こちらですね。ここに T カード、D カード、楽天カードは大丈夫ですか？大丈夫です。はい、すみません、お待ちください。満タンは入れられるところまで入れることです。店員さんの言ったカードの名前はポイントがたまるカードです。はい、すみません、カードありがとうございありがとうございま。ますす。失礼しちゃいますね。ありがとうございます。はい、皿などは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、失礼します。店員さんが窓を拭いてくれています。人がいるガソリンスタンドでは窓を拭いてくれるところが多いです。はい、すいません。じゃあ 36.3 リッターで満タンになります。はい、すいません。こちらお控えですね。ありがとうございました。こっちだよね。店員さんは私がどこから出るかを確認しました。いつ道に出たらいいかを教えてくれます。はい、ありがとうございます。ガソリンを満タンにしたので安心です。夜、ハンバーグのお店に行きました。サムライハンバーグというお店です。最初に機械でチケットを買います。機械で食べるものを選びます。ペイペイで払います。ただいま発見中ですは、今チケットを出していますという意味です。お願いします。チケットを渡しました。ちょっと動画撮ってていいですか、ここ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ハンバーグが一つ何グラムか聞いてください。牛 100% のハンバーグを使用しております。ハンバーグ1つ 180g ございます。店員さんはハンバーグ一つ
180g ございますと言いました。ございますはありますの丁寧な言い方です。また、店員さんは最初に牛 100% と言いました。これは牛肉だけで作ったハンバーグという意味です。切ったハンバーグを目の前で焼きます。ハンバーグが焼けてきました。白い煙が出ています。ひっくり返します。煙が換気扇に入っていきます。ありがとうございます。味噌汁が来ました。ご飯とお味噌汁おかわりできますので、お気軽にお声掛けください。はい。おかわりというのは、食べ終わった後にもう一回入れてもらうことです。このお店は何回でもおかわりができます。これはハンバーグにつけるものです。いろいろあって楽しめました。お箸は引き出しの中にありました。おいしくいただきました。フィリップさん、ポップステクノロジーさん、ナサニエルさん、フサド・マラクさん、コウさん、コンスタンティンさん、ジェダイさん、Thank you so much for your super thanks. Your support really means a lot and helps me continue running this channel. I truly appreciate it. Lastly, let me share a comment with you. It's from Fanamdato-san. Fumi sensei, you're getting me hooked on a Sunday habit that will be hard to wean off if these videos stop coming someday. I work on Sundays usually, so I break up the video into little chunks for my work breaks, like a piece of candy to make it last all day. I work a bit and then some video. Thank you for the very excellent content. Someday I will graduate to consume your podcast too, hopefully. Thank you so much, Fanam.san. I'm really happy to hear my videos are part of your Sunday routine. I love the idea of you enjoying them like a little candy breaks during work. Whenever you're ready for the podcast, I'll be waiting for you there too. To everyone watching this video, I really want to help Japanese learners improve their Japanese, and I'd like you to speak with confidence. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. Thank you for watching until the end. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to my channel. Have a great day. またね。